皆さんはじめまして、お世話になっております。VTuber の星名ラビと申します。本動画は麻雀何も知らないけどやってみたいという方に簡単に麻雀を説明していきますので、ぜひ初心者の方は見ていってください。また麻雀を布教したい麻雀中毒の皆さんもぜひ見ていただけると嬉しいです。今回社畜 YouTuber ということでパワーポイントを作成したんですけれども、パワーポイントのレベルは学生レベルなので足からず。では早速始めていきましょう。本日の流れはこのように進めていきます。簡単に10秒で自己紹介だけ。星名ラビと申します。社畜と VTuber を両立しておりまして、麻雀を強くなるための基礎から応用まで説明しながら、ジャンタマの根底を目指していく投稿を今回からしていきます。よろしくお願いいたします。詳細知りたい方はこのスライドを一時停止でお願いします。ということで早速、麻雀の説明パートに移っていきましょう。とある有名配信者の方がおっしゃってて、その説明いいなと思ったので、ここでその方に沿った説明をさせていただきます。麻雀と聞くと最初複雑とか中国語とかで敷居が高そうな印象を覚えるんですが、実はそれって覚えなくても麻雀できるんですね。一旦最初はよくわからんチーとかポンとかそういうのもしなくていいです。じゃあそれを覚えずにどうやって麻雀やるのかって時、ちょっと種類が多いポーカーをやってると思って絵柄を揃えていけば普通にプレイができるようになっていきます。例えばポーカーだと1から13のカードがスペード、ダイヤ、クラブ、ハートの4種類プラスジョーカーが各1枚ずつ入っているかと思います。その中のカードを5枚組み合わせて何かしらの役を作っていきますよね。それで中でも珍しい組み合わせを弱いから強いまであった中で勝敗を競うっていうようなゲームなんですよね。で、実は麻雀も似たようなもので、種類だけで言うとトランプよりこのように少ないんですね。麻雀では1から9までの数字と東西南北と白、発、チュンと言われる文字の種類しかありません。ただトランプではそれぞれが1枚ずつでしたが、麻雀ではそれぞれ4枚ずつあるところだけ気をつけてくださいね。ちなみにそれぞれの種類の名前は、赤いものをマンズ、丸っこいものをピンズ、竹のものをソーズ、文字が書いてあるものを自敗と言います。トランプにはハートよりスペードの方が強いみたいなルールもあるかと思うんですけれども、麻雀にはどれが強いみたいなのはありませんのでご安心ください。で、ポーカーでは持ち札5枚のところを14枚持って、その中から3枚1組のメンツと呼ばれる3カード、もしくは階段を4種類、それとジャントウと呼ばれるペアを1種類作って上がるだけ。これが麻雀です。すごい簡単なことないですか、一見。で、これが実際上がりの形の14枚ですね。東を頭として見た時にペアを1つ、そして1,2,3,4,5,7,8,9,7,8,9、これそれぞれメンツと言われる階段のものを4種類、これを揃えた時に上がり系となります。本番では13枚を基本としてプラス1ドローで合計14枚作っていくので、よくゲームで見るのは上のような上がった後の形じゃなくて、下のような13枚の形になると思います。つまりこの13枚が揃った場合、あとはマンズと書いたマンと書いた赤い種類の中から6か9を揃えれば上がれるというわけですね。麻雀の基本って本当にこれだけなんですけど、すっごい簡単だと思うんですよね。はい。で、麻雀を難しくしている役という概念についてなんですけれども、今回リーチという麻雀の役についてお話しさせてください。例えばポーカーでこんな手が来たとします。いわゆる何も揃ってない豚のこの手、とっても弱いと思うんですけれども、ポーカー内では一応ブラフをかけるなどして勝負自体はすることができますよね。しかし麻雀が難しいと言われている理由の一つに、上がるときに役が必要というのがあります。もちろん麻雀ではこんなポーカーの豚のようなバラバラな手では上がれないんですけれども、実は一見手が揃っているように見えても、ポーカーでいうフルハウスだったりフラッシュのような役がないと上がれないんですよね。その役は結局最終的に覚えていかないといけないんですけれども、麻雀始めましての皆さん待ってください。ブラウザバックしないでください。今日は一つだけ皆さんに基本的かつ万能の役を教えますので、それ一つだけ覚えてみましょう。それさえあれば麻雀できます。その役の名前をリーチと言います。それってどんな役揃えるの難しいのとか思ったりするんですけれども、実は超簡単です。先ほどのあと1枚で上がるという時にリーチと宣言するだけですね。例えば UNO をイメージしてみてください。手札あと1枚で上がるよって時に UNO と宣言するのに似てますね。
この宣言自体が麻雀で上がれる役になりますので、全然簡単にできそうな役ですね。さっきの麻雀の例を使って再度見てみましょう。さっき見た通り、13枚のあと1枚で上がれる状態の手配があった時、さっきの話聞くとどうするんでしたっけ？そう、高らかに、リーチと宣言してみてください。すると、この手にリーチという役がつくことによって、6か9を自分で引く、もしくは相手から出れば上がれるようになります。麻雀は役がないと上がれない。という初心者の皆さんを悩ませる問題を一気に解決できますね。さあ、実践前に1点、3枚1組の組み合わせを作る時の初歩的なコツを見ていきましょう。今回は結論から話させてもらいますけれども、3カードよりも実は階段の3枚の方が作る方が楽です。頭のいい方やすでに麻雀を知っている方は、そんなの当たり前だろと思うかもしれません。そんな方も復習として聞いてみてください。まず、ペアの状態。これを3カードにしようと思った時、残った枚数を考えてみましょう。すでにペアで2枚使っている状態ですので、1種類4枚の原則を前提に置いた時、残りは最大でも2枚しか残っていません。他の人も3人いますので、その人たちに1枚でもある可能性まで考えれば、山札にはあと1枚あるかないかっていうところですね。正直これではあまり期待値は高くないですよね。これがもし2のピンズと3のピンズを持った階段だったとしましょう。この時は1のピンズを自分で1枚も使っていないので、1のピンズが4枚ある可能性があるのはもちろん、4のピンズも階段として機能するので、4のピンズもあと4枚候補として挙げられます。そう考えれば、さっきの3カードの時に2枚しかなかった候補が一気に8枚になりますよね。これであれば、他の3人が1枚ずつ1のピンズ、もしくは4のピンズを持っていたとしても、山札にはあと5枚残っているということになりますね。さっきよりよほど期待値が高いですね。よってさっきの結論に戻ってきますが、3カードよりも階段の方が揃う期待値が高いというところがわかりますね。さらに階段が作りやすい麻雀のカード、牌の種類についても見ていきましょう。まずは左上にある自牌と言われるもの、今回は東を例に出しています。一見とても麻雀っぽくてかっこいい東なんですけれども、実は東がペアや階段になる牌っていうところは東そのもののカードしかありません。数値が書いていない文字のカードには階段になるような数値がありませんので、東そのものを引くしかありません。つまり1枚自分で持っているときに山札には最大でも3枚しか残っていないってことですね。かなり3カードになる確率は低めっていうことがわかります。端っこの1のマンズ、赤い牌の場合を見ていきましょう。端っこなので一見あんまり使えなそうにも思いますけれども、1のマンズを基軸に3枚組を作る時の可能性について考えてみた時、1が有効に機能するカード、牌の種類は1万が3枚あると同時に2のマンズと3のマンズも有効牌として4枚ずつ考えられますね。先ほどの東は3枚だけだったのに対して1のマンズは11枚有効な牌があることがわかりますね。先ほどの地牌の東よりも約4倍有効となるカードを引く可能性が高いというところがわかります。では真ん中の5のマンズを見ていきましょう。先ほど同様、同じ5のマンズは3枚あるのは同様として、その横の3や7という数字まで有効な牌となります。そうすれば有効牌は15枚。1枚よりもさらに5を使える他のカード、牌が多いことになりますね。つまり、文字よりも端っこの牌、端っこよりも真ん中に近い牌を持っていた方が階段になりやすいということになります。皆さんも階段を作るとき、より真ん中に近い牌、カードを持っておくようにしてみてください。よし、ではいよいよ実践編に移ってみましょう。では実践に移っていきましょう。ではちゃんとというアプリ使って麻雀していきます。ダウンロードしたらまずホーム入ってすぐ右にある段線を押してみましょう。これでいつでも全国の人と麻雀をすることができます。そこに入り始めたての方は一番最初の方が集う堂の前入ってください。そこには皆さんと同じく始めたての方が多いので気楽に行きましょう。で、今回私はある程度分かりやすい実況を取るため皆さんより一つ上のグループに入ります。というか堂の間も入れなくなっちゃったんですね。そこに入ると4つぐらい選択肢入るんですが、4人東を押してくださいってもう入っちゃいましたが、トンは1周で短め、南は2周の長めの麻雀が打てます。まずは場数を踏むために回転率を高いトンでいきましょう。
では、早速スタートです。で、まず手の作り方その1。まずは階段にならず使いにくい G フライからブツブツ切っていきましょう。で、ここテロップにも出たんですけど、皆さんポンチはしないので、ここの泣きというボタンを押して、チーとかポンとかっていうところの表示が出てくるのを今のうちになくしておきましょう。間違えて押しちゃうと、皆さんリーチ以外の役を知れていないので、おそらく上がれなくなってしまうんじゃないかなと思います。はい。で、バラバラの字を捨て終わったら、端っこの仲間外れの数パイを切っていきましょう。今回で言うと9ピンみたいな端っこにポツンとあったやつですね。で、今回、3万っていうのはペアになったので、ペアよりもポツンとあった8のソーズ、ここを切っていきました。で、G もいらないですね。はい。こんな感じでバツ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 。まずはシンプルに手を進めていってください。で、ここ1、3、5、7っていう形になってちょっと難しいんですけど、2も4も6も全てソーズが受け入れられる形になるんですが、こんないっぱいいらないので、端っこの位置を切っちゃいます。で、仲間外れいなくなっちゃったので、一旦ペアが多いので、ペアのどれかを捨てるっていうところを心がけてください。なぜかというと、階段4つとペア1つで済むので、もうペアは2個も3個もいらないですね。3カードになる確率かなり低いので、もうこういうのはパツパツ切っちゃいましょう。で、ここももうペアいらないので、4のピンズをシンプルに切っちゃいます。こんな感じでね、最初は階段4つとペア1つを作っていくことを心がけていきましょう。で、ここちょっと難しいんですけど、3カードになる可能性もあるし、3のマンズに何かしら2とか引いて、1、4、7のマンズが階段になる可能性も含めて私2切っちゃいました。ここは皆さん1切ってもいいですからね。ここはちょっと私オリジナルって感じでいきましょう。と思ってたら3カードになってましたね。ラッキーで、ここは3と7切って、どっちかでいけるんですが、まあ、6切れたばっかなので、一旦4の待ちにしてみましょうか。なんか前の人悩んでますね。出るんじゃないですか、6。いけるか。6出ましたけど、私4出ましたね。で、リーチの3原則っていうのをちょっと今更ながらやってみましょう。リーチと宣言した後、実はその宣言牌の牌を横に曲げないといけませんというところで1個目。で、2個目、リーチと宣言した後、1000点を場に支払う。で、その次の上がった人がその1000点を回収するっていうルールがあります。で、これ大事で言いそびれてたんですけど、リーチをした後、その後に引いた牌の上がり牌以外は全て捨てなきゃいけないので、リーチって言われて、さっき6切られたんで、やっぱり3でとかはなしです。と思ったら上がれましたね、ラッキーと。意外とシンプルにコツコツ手作っていくだけでも上がれるんですよっていうのがここで分かったかと思います。はい、これすごい2戦目なんですけど、いい手ですね。チュンがもうすでに3カードになっていて、2、3、4のピンズがすでに1つある。おっと、ポンとかもいらないですね。で、ここでもう早速9の、端っこの仲間外れを切っちゃいましょう。で、こうなったら、まあ4真ん中の範囲の仲間外れなんで、くっつく可能性が非常に高いんですけど、今回はもう、余りがないので切っちゃいましょう。麻雀の基礎ルール、早速もう一回やっていきましょうか。1人25000点でこれを奪い合っていくっていうのがこれ基本的なルールになってます。で、ローンで上がった場合は、その牌を切った人が点数すべて支払う。3番、ツモで上がった場合は、だいたい均等割りぐらいな確率で、周りの3人全員払うっていうようなルールありますっていう風に話してたら、リーチができちゃいました。これ結構いい手ですね。これ、さっき今更のルール説明したんですけど、実はこのいい手悪い手の見分け方っていうところを、ちょっと後ほど説明したいなと思います。
とか言ってたら積もられちゃいましたね。まあリーチしてても積もられるだったりとか、今回ロンされなくてまだ耐えてるみたいなとこあるんですけど、負けることももちろんありますよね、リーチって言ってても。で、これはさっきの手と比べてすごい悪いなっていう感じです。で、さっきすごい良かったなって思ってた手だった理由なんですけど、もともとチューンが3カードだったりとかいろいろ揃ってたんですよね。こういうところがいい手悪い手の基準になってます。で、麻雀の基本ルールその2というところなんですけれども、まず、1人25,000点持ってるってところが大前提として、親が1回と子供が3回、合計4回あって4回を1周分とします。で、3つ目が親が上がったり、上がる一歩手前の手で上がりが出ず山にカードがなくなった場合とか、そういった場合は親が続いて4回以上となることもあります。で、親の時に上がった点数は実は子供の時より増える代わりに、他の子供がツモで上がった時は他の人より多く点数を支払わないといけないみたいなルールがあったりするんですけれども、皆さんはまた初心者で、ゲームは勝手に進行してくれるので、基本的に4回あって、この東って書いた人が上がったりとか、もしくは山にカードがなくなった時は続くこともあるんだなぐらいで覚えておいてください。で、こういう時の手で切り方の2個目なんですけど、もし迷った時は周りに人たちがすでに切っているところはもう山にはないものになってます。で、基本1種類4枚しかないので、今回の場合で言うと南、これはもう山には残ってる確率は少ないので、もう南は捨てちゃいましょう。感します。缶ってちょっと初めて聞いたっていうか初めて言ったんですけど、なんか4枚になってすごいピカピカしてますね。で、これも皆さんは一旦無視して進めていっちゃいましょう。ポンとかチーとか缶とか、こういうのはやっぱり知ってる人、役を知ってる人じゃないと難しいので、そういうことを知らない私たちはもう一直線にがむしゃらに手を作っていきましょう。で、これで1いらなくなりましたね。1、2でも2、4でもどっちみち3の受け入れになってるんで、じゃあ、端っこの方っていうことで1を切っちゃいましょう。みんなポンチ関してないのは私だけになっちゃいましたね。まあまあまあ、進めていきましょう。で、端切ったとこですね。ポイと。で、字とか、バラバラの数字とかを切っていったらいつの間にか1手になったんですが、この4、わからないときは、勘で切りましょう。今回はなんか3の方、個人的にいいかなと思ったので、4そのまま切っちゃいました。まあ、こういうわかんないときあると思うんですけど、麻雀不正解ないので、自信持ってやっていきましょう。で、今私、3なくなったって思ったら、前の人ロンされましたね。で、こういう風に他の人が上がって曲が進むみたいなこともあります。で、今回もまた良くない手ですね。とりあえずさっきのメソッド通り1をポイポイ切っていきましょう。で、南もいらない。で、この後に白を切って、この白のことですね。こんなも書いてないミスプリントみたいなやつ。この白切って、次に2万切って、この1もいらないですね。この辺バツバツ切って、どんな手になっていくのかっていうのをまず見てみましょう。1だね。で、こういう空いた時間に西が何枚切れてそうだなとか、1のピンズ今1枚切れたなとか、そういうのをおもむろに見ていると結構自分の勉強というか、今後どれ捨てたらいいかなみたいなのに今後余裕が出てなっていくかなと思います。とか言ってたら本当は2のマンズ切りたかったのになんか5のソーズ先に話しちゃってますね。これ完全にミスなので、皆さんは5のソーズじゃなくて2のマンズ切ってくださいね。なんでかっていうと、2のマンズは結構受け入れ広いんですけど、5のソーズの方がいろいろ3のソーズとか
7の想像も受け入れられるので、いろいろ受け入れられる枚数が多いですね。で、言ってる間にリーチが右の人から飛んできてるんですけど、今回皆さんにリーチされてる時の対処法とか何も教えてないので、そういう時でもがむしゃらに自分の手を見て進めていきましょう。もうしょうがない、これは。なので勇気の切り損ねた2を切ってロンされるというね。さっき2切ってればロンされなかったですね。こういうミスとかもだんだん出てくるし、高いし、しょうがないんですけどね。やっぱりロンされると一気に自分の点数減っちゃうんで、今後攻めだけじゃなくてやっぱ守りも必要だなーみたいなところをうっすら思いつつも、今回は自分の手を作ることを優先にね、皆さんちょっと勉強してみましょう。で、最初オンラインの人にロンされたりとか、上がれなかったりとか負けたりとかすごい悔しいと思うんですけど、まずやっぱり回数重ねることかなって思うんですよね。別に目の前に人いないので、バカにしてくる人とかもいないし、ロンされてウェーイみたいに言ってくる人もそんないないので、オンラインだから。もう、最初負けるのは当然なので、慣れてないから。だからもうそういうのは気にせずに、どんどん打っていきましょう。とりあえず。で、打っていくたびに、次これ切ればいいんだなとか、そういうのがどんどん見えてくるはずなので、なんとなくって切ったものの精度みたいなのが、どんどん上がっていくんじゃないかなと思います。で、今回難しいんですけど、もうこの緑色のハツがもう切れちゃってたので、今回これ切っちゃいました。頭は3のソーズか8のマンズがなってくれそうなんで、まあこのハツはいらないかなと思って切っちゃいました。で、これでリーチになりましたね。リーチよ。これで6、9ピン待ち、6と9のピンズの待ちになりましたね。で、もう追いついたらリーチでぶつけて勝負して、どっちか白黒はっきりつけようやっていうとこなんですけど、やっぱりそれでも5分だったり5分じゃなかったりして負けることも多いんで、この辺は気にせず、もう仕方がないんで、4人でやってるもんですからね。負けるときは負けるで潔くはいと点数を払うことも覚えていきましょう。ただ皆さんこうやって字をバラバラバラーっと切って、その後端っこの余計な余り物を切って、で形をなんとなく作っていくだけで、まだ3番目この中で私の12,800より低い1800点の方がいるので、まだ3番目。つまり周りの方よりこの打ち方でも勝ててるってことは、麻雀っていうゲームは結構意外と単純なんだなっていう、で素人でも勝てる余地があるんだなっていうことがちょっとでもわかるんじゃないかなと思っていただければ幸いですね。で、なんか右の人がなんかすごいポンとかカンとかしてるんですけど、わからないのでやっていきましょう。このまま。で、これで567が完成したので7切っちゃいましょうか。で、これで2のマンズか1のソーズが3カードになっても大丈夫ですし、6のマンズ引いてももちろん大丈夫で、2のソーズ引いても1、2、3のソーズの階段の形になるので、結構悪くないんじゃないかなってとこですよね。この手何も関係ない、いらない。リーチにゃって思ってたら前からリーチありましたね。2欲しい欲しいけど、前の人も欲しかったみたいですね。で、なんとなくうっすら気づいてるかもしれないですけど、このカットイン入ったら大体めっちゃ高いです。で、これジャンタマルールなんですけど、1人がマイナスになったら強制終了します。ということで、初戦は3着、デビュー戦は3着というところで終わりました。
で、名前の横にあるこの人物ボタンを押すと、これまでの実績だったり、自分の麻雀スタイルっていうのがわかります。まだ使うことも少ないと思いますけど、上手くなるにつれて、ここのデータが参考になりますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ、さっきと同じ要領で、皆さんは銅の間、私は銀の間の4人東という一番上にあるやつを押してゲームスタートしていきましょう。で、さっき言った通り、もうボッコボコに負けてもいいんで、どんどん入っていきましょうね。最初きついんですけど、まあ強くなるための修行だと思ってやっていきましょう。じゃあ同じ要領でまず地からポイポイ捨てていきます。で、さっきは初戦っていうことでカットはちょいちょいしたんですけど、早送りはあんまりせずにやってったんですが、今回からもう考えることなさそうじゃないっていうところだったりとか、まあもしくはもうここは見なくていいかなみたいな、リーチした後だったりはザクザク早送りしていければと思います。また忘れてました。ごめんなさい。で、1は、1、2でも2、4でも同じ3のマンズの町が残るので、1、2、4だったりとか、6、8、9みたいな形の9だったり1の端っこの部分、これいらなくなっちゃうんで、もう切っちゃいましょう。なんとなく9切りましょうか。どこ切ってもちょっと裏目というかちょっとミスがある形になっちゃうんですけど、まあ感覚で切っちゃいましょう。で、さっき9外したので7、9の8の部分、ここを外しても4、5、6のこの形も確定させちゃいましょう。右の人がすごいポンポンいってますね。最初の方のところは結構ポンとかチーとか発生しやすいと思います。ただそれでも皆さんポンとかチーとかしたいなって思ってグッとこらえてリーチまでどんどんひた走っていきましょうって言ってたら、224のところで2か3引けばってところに3引いてくれましたねって、さらに5も引いて8、9の7のマンズの町になりましたが、ザクザク早送りしてきますって思ったらチー引くまでカット。運よく積もれましたね。しかも高いの確定演出のカットイン出ましたね。こういうあんまり良さそうじゃない街でも意外と積もれたりすることあるんで、もうどんどん果敢にリーチしていきましょう。こういう風にうまくいくこともありますよね。さっきはリーチしても前に上がられちゃったりとかあったんですけど、こういうあんまりなんか2個とか3個とか街がある時じゃなくても勝てること全然あるんで、もうガンガン攻めていきましょう。はい、じゃあまた同じように1位から切っていきます。次は9ピンですかね。お、3カードになりましたね、理想が。じゃあ9ピン切っていい牌引けるまで早送り。長かったですね。けど、8、9の7、いいところ埋まりましたね。これでもう階段が2つあればいいだけになったんで、もうこの良くない形の方を切っちゃいましょう。リーチよ。リーチ。これで、スッチーピン待ち、4と7のピンズ待ちですね。なんかキラキラしてますね、この手。なんか高そうな感じしますね、一見。お、一発で出た。お、高い確定演出ですね。何点ぐらいなんでしょう。なんかめっちゃ高くなりましたね。なんとこれで一発で終了。こんなことも意外とありますね。素人なのにすぐ一着取っちゃいましたね。最初の10分覚えたことを実践するだけでも、初めて1ランク高いところで勝つことができるっていうのを今回分かったので、これもまた麻雀の楽しいところかなと思います。で、今回はさらにチャレンジ精神というところで、もう一個上の金の間というランクに入って実況してみたいと思いますというところでもう早速始めちゃってるんですけど、今回も悪くないですね。東が最初から3カードで揃ってて、4、5、6の形
から7、8も広がって、これで3も6も9もピンズは入れば階段になる。いわゆる三面ジャンっていうものなんですけど、これはちょっと次の講義で、さらにこの専門用語みたいなのちょっとまとめていこうかなって思ってるんですが、これでかなりいい形になってますね。こういう4、5、6、7みたいな階段が4つ揃ってるものは、1個他のものを引けば階段が1つ完成プラスアルファでさらにもう1個階段ができる可能性もあるんで、ぜひこの4連形って言われる 4個の階段はちょっと積極的に残していくように意識してみてください。ペアもできやすいですしね、こうやって4のピンズみたいに。で、これでもうすでにかなりいい手になってますね。3、6、9引いたら階段ができるし、3のマンズか6のマンズを引いたら3、4、5、4、5のもう一回3と6を待った形ができるんですけど、こっち引いちゃってリーチは一回するんですけど、こっちのがあんまりいい街じゃないですね。4と5を待ってる形なんですけど、どっちも2枚ずつ使っちゃってるので、山に残り2枚ずつしか2枚ずつじゃない、4枚ずつしか残ってないってことでスキップ。なんか終わりましたね。あんまりいい手じゃなかったとはいえ、すぐ終わってしまったという形になって、気を取り直していきましょう。じゃあ、例に漏れず、字のところから、ポイポイ切ってきます。これ字って言っても、このペアになってる南みたいなとこは、一応使える可能性があるんで、まだ切っちゃダメですからね。6の孤立のところにくっついたので、今回はちょっと、もうペアがいっぱいあるので、このペアの9のところを崩して、5、7、9の奇数の形で持ってみましょう。これで6の相図、もしくは8の相図が受け入れられるようになりましたけれども、3を引いて、ちょっとわかんないんです。捨てましょう。3を残しておいても別にいいと思います。3を残しておくと4の相図が使えるようになるんで、引いちゃいましたね。捨てましょう。で、これはまた次の講義でやるんですけど、ちょっと隣の牌切ってるとあんまりいいことないので、そういう時は捨てちゃいましょうって思ってたら、もう早速右の人リーチ入りましたね。リーチ入ったんですけど、どんどん自分の手最優先で組んでいきましょう。東いらない。こういう風に早くリーチ入っても、もう最初はロンとか恐れずにゴン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 突っ込んできましょうね。だってわかんないから、何がロンかと。これは1。もうペアはいっぱいあるんでね。この1、2の形にしちゃいましょう。白いらないですね。さっきから全然触れなかったんですけど、この女の子たちすごい可愛いですよね。なんか見てて癒される。6いらない。ダメでしたね。可愛いとか言ってたらロンされちゃいましたね。はい、なんかすごい進んじゃったんですけど、すいません。じゃあまた例に漏れず字を切っていきましょう。もう完全に私事なんですけど、パソコンのスペックがひどすぎてですね、もう画面キャプチャーがカックカクなんですよね。7引いた。もうカクカクすぎて何が起こってるのかわからない。ほんと申し訳ないです。ちょっと新しいパソコン買うまでちょっと皆さん、ちょっと一緒に我慢していただいてもいいですか。ほんとごめんなさい。とかなんだかんだ言ってる間に進んできているっていうね、感じですよね。で、もうこう3と7はもうわかんないんで、勘で切っちゃいましょう。5もいらないんですけどね。5、7、3はちょっとお好みに合わせて切ってみてください。もう正直何でもいい。これ、シャアが3カードになったんだったら、
この122のとこ1から切っちゃいましょう。なんでかっていうと、頭の形をこの2に固定しちゃって、その階段の候補でくっつきやすい真ん中の牌を持っておくっていうことで、綺麗な階段になりやすいですよね。なんでもう、頭がもうこれでいいやってなっちゃったらもう頭固定しちゃって、もうこういう単品でも残しておくと、こんな感じでね、いい感じの階段の候補になる可能性があるんで、もう頭固定しちゃうときはパンって固定しちゃいましょう。とかやってたら一発で上がりがあるんでね。まあ、カットインは出なかったですね。残念。とか言ってたらもう、この、真ん中のところに東の4って出てるんですよね。東の4曲って。東の4曲っていうことは、もう一周回りそうだよーっていう、もう4人分やったよーっていうのを示してるので、もうこれがラストっていうことを皆さん認識できるようになりますね。ここの真ん中の数字、点数以外にもいろんな情報が書いてあったりします。さっきの誰が今親、東なのかだったりとか、もちろん点数もですし、この一個一個減ってるこれがもう、山のカードの数だったりするんで、だいたいどれぐらいであと終わるよみたいなところをカウントしてくれてたりとか、意外とこの真ん中のやつ、数字いっぱいごちゃごちゃしてて分かりにくいんですけど、もう暇な時とかにこうやってじーって見てるだけでも意外と楽しいです。楽しいのかそれまあどっちでもいいか。で、ひっそりと裏目引きましたね。9のマンズ残しておけば789になってましたね。もう悔しいので7切りましょう。これで頭をこの8の相図にしちゃって、もう5、7の6待ちの階段の形にしちゃって、もうそれ以外のところも入り次第形になっていくみたいな、そんな形でちょっと今回はやっていくんですけど、何も引かないのでスキップで5引きましたね。5か、よくわかんないから7切りましょう。これは7の相図も受け入れて、6、7、8の形になってもペアの形が5に振り替えられる。でもちろん5引いても8引いても OK みたいな感じですね。で、ここら辺は正直複雑で分かりにくいんで、もう勘でいきましょう。また何も引かないですね。5引きましたね。これでペアの形かこの24の形どっちか選べるんですけど、24嫌っちゃいましょうかって言ったらいちゃいましたね。これはバトルでいらないのを切って応戦していきましょう。ものの見事にカクカク。もうこれはにはもういらないですね。もうこれに仲間連れなので切っちゃいましょう。失礼。リッチ、インフ、ドラ。ロンでしたね。お疲れ様でした。はい、まずはここまで見てくださった皆様ありがとうございました。ね、最初の実況でボロボロのパワーポイントでなかなか見にくい実況になっちゃったかなと思うんですけれども、もうこの動画がぜひ皆さんの麻雀始めてみようって思う気持ちに少しでも貢献できたなら、もうこの動画は価値あったかなと思ってるので、ぜひちょっともう最初はロンロン言われちゃったりとかね、全然勝てなくて落ち込んだりすることもあると思うんですけれども、もう今回はもう皆さんなりに麻雀やってみたいなとか、麻雀楽しみたいなみたいな時に、一旦麻雀を楽しめるために最低限知っておくべきことみたいなところ、攻めの方法だったり手の作り方ってとこ今回伝授しました。でもやはり今回一番最後の3戦目だったりとかでよく分かったかと思うんですけど、やっぱり勝つには攻めだけではダメなのかなっていうところが今回で皆さんもうっすら分かったんじゃないかなと思います。
最後のやつも、ロンって言われなければ別に自分3着だったので、4着でもう完負けすることは防げてたかなっていうところですよね。なので、ちょっと今回は、攻める、そして麻雀を楽しむ、興味を持ってもらうってところを第一にやってみたんですけれども、次の章では麻雀を覚えかけてる皆様にとってはあんまり面白くないかもしれないんですけど、守備のやり方っていうところを教えていきます。今回はもう完全に攻めの方法を伝授したんですけど、次は守備のやり方っていうところですね。やっぱり攻め一辺倒でも勝てないので、剣を教えたら次は盾で防ぐ方法っていうのを今度は教えていきたいと思います。もう本当にカクカクな動画だったんですけど、ちょっとパソコンとかもね、ちょっと改めて買い直して、自分も環境とかを整備して、皆さんにより分かりやすい麻雀動画っていうところを作っていければなと今後思っておりますので、パート2もぜひ見に来てください。ということで、今回はお先に失礼します。お疲れ様でした。